ごきげんよう、上川かおるです。今回取り上げる話題は、戦争が起こることによって兵器の持っている真の評価が定まることがあります。今回の動画では、ウクライナの戦場において評価の上がっている国の兵器と、一方においては評価がだだ滑りの国について取り上げようと思います。今回評価が上がっている国の兵器は、アメリカがウクライナに供与したパトリオットミサイル、そして評価の下がっているのは、ロシアの兵器全般についてです。パトリオットミサイルは、日本も導入している防空兵器システムで、開発それ自体は全盛期ですが、バージョンアップを続けることにより、最先端の能力を持っています。しかし、平和の時代が長く続けば、開発費用や導入費用などに見合った性能があるのか、そういったことは必ず議論になるものです。パトリオットミサイルはそうした意味で、ウクライナに供与されることで、高いお金を出して購入維持することに、見合っただけの性能を見せつけています。まずはその関連ニュースから見ていきましょう。ウクライナ軍のパトリオット、ロシア軍機4機をものの数分で撃墜。5月13日、ロシア空軍の攻撃編隊がロシア西部の複数の基地を発進し、ウクライナとの国境に向かった。数分後、ウクライナ空軍が運用するアメリカ製の地対空ミサイルシステムパトリオット1機が編隊の戦闘機やヘリコプターを少なくとも4機、ことによると5機撃墜した。ウクライナと国境を接するロシア西部ブリャンスク州上空で行われたこの迎撃により、ロシア軍機の搭乗員11人が死亡した。左がウクライナとロシアとの地図で、パトリオットが配備されているであろう地域というのが、ウクライナの首都キーウとその周辺です。一方で、ロシア空軍機が撃墜されたのが、ロシア本国領のまさにその上空です。2022年2月のウクライナ全面侵攻後、ロシア空軍が1日に被った人的、物的損害としては、これまでで最悪のものの一つとなっている。なお、ワグネルによってヘリが次々と撃墜されたのもまたこれに並ぶ被害です。ウクライナ空軍が7月3日に公開した動画には、パトリオットによるこの待ち伏せ攻撃の詳細を知るヒントが含まれていた。攻撃編隊には少なくとも戦闘爆撃機スホイ34、1機、戦闘機スホイ35、1機、ヘリコプター2機が含まれていた。ヘリの少なくとも1機は貴重な電子戦機だった。スホイ34は、ウクライナ北部、チェルニヒウ市に滑空爆弾 UPAB1500V を少なくとも一発撃ち込むため、ウクライナ国境に向かって高高度を飛行していたとみられる。スホイ35は、スホイ34をウクライナによる迎撃から守っていた。下の写真は滑空爆弾 UPAB1500V。射程は40キロです。滑空するその能力を生かすためにも、撃ち放す飛行機はなるべく高度が高い方がより遠くへ飛ばしやすくなります。しかしそれは逆に言えば対空レーダーの索敵にかかりやすくもなります。ロシア空軍機が高高度を飛行していたということは、それまでは少なくともウクライナ軍による攻撃はなかったことを示しています。ロシア軍は数週間前にウクライナの都市を攻撃するため、重量約 1.5 トンの UPAB1500V を使い始めたばかりだった。UPAB1500V は高度約1万2000メートルから発射されると 40km ほど滑空できる。今年の春以前は、ウクライナには国境のロシア側を飛行するロシア軍機を脅かせる地対空ミサイルシステムは旧ソ連製の S300 しかなく、しかもそのミサイルが枯渇してきていることも知られていた。アメリカとドイツ、オランダからパトリオットシステムが到着したことで、状況は一変した。ウクライナが運用するパトリオットの PAC2 シリーズは最大約 160km 先の航空機やミサイルを迎撃する能力がある。そのため、ウクライナ側の安全な場所に留まったまま、ロシア軍機を滑空爆弾の発射前に撃墜できる。ここで出てきた滑空爆弾の射程距離は40キロ。一方で、パトリオットミサイルの射程は160キロ。この射程の差を生かして、パトリオットミサイルはより安全なところから迎撃を行うことができます。5月13日、ロシア軍機4機もしくは5機を撃墜したパトリオットは配備されて間もなかったようだ。ウクライナ空軍の動画には、撃墜した目標の日付入りの印を写した一コマがあり、それによると、5月13日より前に撃墜したのは、同月11、12日の弾道ミサイル3発だけだった。つまり、配備ほやほやの新人兵が次々と戦闘機、ヘリなどを撃墜したというわけです。ウクライナ南部の前線では、最近もロシア軍による滑空爆弾による攻撃があったという証拠がたくさんある。他方、ウクライナ最高レベルの防空システムが集められている北部では、こうした攻撃がまだ行われているという証拠は少なくなる。ロシア軍は
ウクライナ北部の都市に対しては、爆発物を積んだ突撃ドローンや、国境から数百キロメートル離れた地点から戦略爆撃機が発射する大型の巡航ミサイルによる攻撃を続けている。もっとも、パトリオットはこうしたドローンや巡航ミサイルの多くも撃墜している。動画に見る印によると、同じパトリオットは6月に十数発の巡航ミサイルとドローンのほか、数発の弾道ミサイルも撃ち落としている。なお、弾道ミサイルについては、ロシア側はその性能を大げさに表現していて、西側の防空兵器ではロシア軍の弾道ミサイルを防ぐことは全くできないと以前は話していました。しかし現実には連日のように撃墜されることが相次いでおり、現在ではそのような減らず口も叩かなくなったような感じがします。ちなみに撃墜したスホイ35は1機100億円と、ロシア空軍機の中でもかなり高額な戦闘機の一つです。ロシア軍によるウクライナ侵略では一つ明確になったことがあります。それは、ロシア軍の保有している兵器などのその性能は、ほとんどの場合、嘘、大げさ、紛らわしい、どれかに当てはまるのではないかと言われています。また、設計思想について言っても、兵器それ自体の生存性や、乗員の生き残る率などについてもあまり考慮しておらず、兵器がやられたっていいじゃないか、次から次と送り込めばそれでいいじゃないかといったような考えを反映した使い捨て精神といったものが評価を下げることとなっています。現代においては、兵士一人一人をみっちりと訓練し、熟練した兵士が戦い抜くというのは、戦力を高める上では非常に重要なことです。兵器そのもののハイテク化も進んでいますし、取り扱い方、また連携しての攻撃など、様々な面において、ベテランの兵士の重要性というものは高まっているのです。しかし、侵略に伴って、例えば戦車は2000両以上が破壊されたと言われており、そのためにインターネット上などにおいては、砲塔部分が空高く舞い上がるような大爆発を起こすロシア軍戦車の動画などもたくさん公開されていたりもします。一方、今回ご紹介したパトリオットミサイルは数で言えばあまりにも少ないものです。しかし、そのたった1機のパトリオットミサイルのそのシステムがウクライナ北部に防空網を築き上げたとでも言えるわけです。パトリオットミサイルが届く前においては、ロシア空軍機は悠々と高高度から滑空爆弾を撃ち込んできたわけですが、パトリオットミサイルが届いてきてからは、そのような攻撃をするのはあまりにも危険だとして、姿を現さなくなったというわけです。ただ同時にそれは、パトリオットミサイルの睨みが効いていない地域においては、ロシア空軍機が同じ攻撃を行うことを意味しています。そもそもパトリオットミサイルがウクライナに供与された理由というのは、ロシア軍による社会インフラや一般市民に対する無差別攻撃などが繰り返されることによって、ウクライナの空を守ることが国際世論としても非常に求められて、これに対応するための措置だったわけです。実際ロシア軍はパトリオットミサイルが配備された後においても、ウクライナの大都市を中心として、一般市民に対する攻撃を繰り返し行っています。この目的は、パトリオットミサイルのような欧米製の優れた対空兵器群が戦場の防空網を築くことを何とかして防ぐために行っているのだと今では言われるようになりました。一般市民を狙ってミサイルを撃ち続け、それらがたとえ迎撃されたとしても、守るためにはパトリオットミサイルが大都市から離れることができないとなれば、前線においてはそのような強力な防空網を維持することができません。そもそもの国力の話としては、ロシアとウクライナとの間には軍事予算であれば10倍の開きがあり、それがずっと昔から続いてきたわけで、しかもロシアはソ連時代の兵器をたくさん遺産として持っています。ですから、戦車が2000両、2500両やられたからといっても、戦車がなくならずに、ソ連時代に作られた50年前、60年前の戦車を再生しながら、前線へと補充し続けるわけです。このあたりは、一つ一つの兵器の質が悪かったとしても、兵士一人一人が即性であろうとも、数さえ揃えば前線というものをある程度維持できるという戦争の嫌な面を見せつけています。ただ、こうしたロシアの対応というのは少なくとも本格的な侵攻が始まる前の世界2位の軍事大国などといった掛け声などと比べれば、それ自体がまさにハリボテだったことを意味しています。結局のところ現在のロシアはソ連時代の遺産を食い潰しているかのようなことをしているだけであり、決して現在のロシアがアメリカをライバル視できるほどの軍事大国ではないのは明らかです。例えば今回登場したパトリオットミサイルもアメリカが本気になってどんどんと供与して前線全体に対して睨みを利かせるようなことになれば、ロシア軍の戦闘機もヘリもほとんどが撃ち落とされて、
ウクライナ側の方に航空優勢が与えられることとなるでしょう。しかしここにもジレンマがあります。アメリカがそのようにして本気になればすぐにでもロシアなどを駆逐できることは明らかなわけですが、残念ながらそうはなってはいません。というわけで今回の動画は、戦争が行われることによって評価の高まる兵器としては、アメリカの兵器は導入費用や維持費用などは高いものの、それに見合っただけの性能を見せつけています。一方においてロシア側の方は、そうしたアメリカの引き立て役になるようなことになっていて、一つ一つの兵器の質ではなく、数をもってして現在の侵略戦争を続けようとしています。個々の兵器で圧倒的に質が良いアメリカがどんどんと兵器供与をもっと本格的にしてくれれば、この戦争ももっと早く終わるのになとどうしても思ってしまいます。ただし、この点について言っても結局のところアメリカはロシアが核兵器保有国であり、どこかの時点でブチ切れて核を使うのではないかといったことをどうしても心配になってしまうのでしょう。それだけ核兵器が超兵器であるという事実それ自体は残念ながら変わらず、それゆえにこれからも核兵器を開発し保有したいという国は当然現れてくるでしょう。といったわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。兵器の評価が上がるアメリカ、そして兵器の評価としては看板倒れだということが明らかになってくるロシア。それでもなお戦争が続いてくるこの現実をなんとか覆そうとすれば、残念ながらアメリカ頼りになるしかありません。せめて日本がこうした状況に少しでも関与できるような国になってくれれば私は良いと思っているのですが、残念ながら日本国民のほとんどはどうせあれは遠くの国の出来事だからと、日本が軍事支援することには反対の人が大多数なのが現実です。あなたはこの状況をどのように思われるでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックとあなたの感想コメントよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。